GT シートは立体感を作ることと色を塗ることを分けて絵を描く画法なんです。この方法でリアルな絵描けるぞ。次の部分も塗ってみましょう。皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は GTC という絵の描き方を紹介します。GTC とはグレイトゥーカラーの頭文字。その意味はグレイ、無彩色からカラー、有彩色へ、白黒からカラーにするという意味です。超簡単に言うと、最初に白黒で立体感を作って、その上から色をさっと塗るだけというものです。今回の動画は2つの構成になっています。前半で簡単なモチーフを使って GTC 画法を説明します。モチーフは教材として無料配布します。後半で私がいつも描くリアルな絵を GTC 画法で描いてみた様子をお伝えします。すでに下書きを描き進めていますね。今回の絵はイチジクのタルト。これを描き上げます。GTC 画法は時間短縮になって効率がいいと言われています。実際はどうだったのでしょうか。最後に私が感じた GTC のメリットとデメリットをお伝えします。皆さんには、そういう画法があるんだと知ってもらいつつ、興味を持った方は配布する教材で GTC を試していただけたらと思います。ぜひ最後までご覧ください。では GTC 画法とは何かを具体的に説明します。GTC 画法を使うにはデジタルのお絵描きソフトが必要になります。私は Adobe Fresco で描きましたが、どのお絵描きソフトも大抵同じような機能を持っているので考え方を転用してください。モチーフにレモンを用意しました。GTC とは白黒からカラーにする画法とお伝えしました。なのでまずは白黒の状態でレモンを立体的に描きます。別のレイヤーを作ってグレーを塗ります。このグレーに立体感を描いていきます。普通に描くのでもいいのですが、便利な方法を紹介します。まずはグレーのレイヤーの透明度をロックします。そうするとこのグレー以外のところにはみ出なくなります。とっても便利。では立体感を描いていきましょう。こんな感じでできました。これが絵の明暗になります。レイヤーは線画と白黒の絵、背景の3つですね。次に白黒の絵の上に新しいレイヤーを作ります。それをクリッピング。これでこのレイヤーも白黒の絵からはみ出ません。そしてこのレイヤーの描画モードを上山にします。色はこのくらいの黄色にしましょう。明暗はすでにできているので、色は彩度が高いものを選びます。全体を塗ってみると、立体的なレモンになりましたね。イメージ的には鉛筆デッサンの上から水彩塗料で色をつけたといった感じです。これでもいいんですが、なんか重たい、パッとしない色合いですね。レモンの鮮やかさがないんです。そこで絵に鮮やかさを足しましょう。ここからが GTC のポイント。上山レイヤーの上にもう一つレイヤーを作ります。それもクリッピング。今度はレイヤーの描画モードをオーバーレイにします。そして色を塗るのですが、今度はサイドも明度も低めの色を選びます。では塗っていきましょう。どうでしょうか？鮮やかなレモンになりましたね。最後に一番上にレイヤーを作ります。これはクリッピングしてもしなくてもいいです。レイヤーのモードは変えません。通常です。そこで足りない色味やハイライトを入れて仕上げていきます。このように GTC とは立体感を作ることと色を塗ることを分けて絵を描く画法なんです。色を塗りながら同時に立体感も作っていくのは難しいよという方におすすめですね。このレモンの線画と白黒の絵を教材として配布します。また使った色もカラーパレットとして配布します。
グレー塗りから挑戦したい方、色塗りだけ試したい方、どちらもぜひ使ってみてくださいね。教材のダウンロード先は概要欄に記載しています。では GTC でリアル絵を描いた過程をご覧いただきます。線画まではできていますね。先ほどのレモン同様に、まずは白黒で立体を描いていきます。そのためにまず素材写真を白黒変換しました。これを描いていこうと思います。クリッピングをすることで作業がとっても効率的。なので今回はなるべくパーツをレイヤー分けして作業を進めました。描き進めていますが、印象としては作業がとても早い。色味を考えずにグレートーンだけで描いていくので悩むことがあまりありません。確か鉛筆デッサンってこうだったよなぁと思い出しました。特に石膏像デッサンに近い感覚です。ひたすら明暗だけで立体感を追っかけていくというあれですね。ただ難しい部分もありました。要素が複雑に絡み合っているところなんかは今何を描いているのかがさっぱりわからない。例えばこの辺、自分は今何を描いてるんだろうってなっちゃいます。その度にカラーの写真を見て、これねって確認しながら描いています。そして根気もいりますね。ずっとグレーの世界を見続けているので作業に目新しさがない。その上技術的にも難易度は高い方ですね。難しいモチーフは中級者から上級者向けなのかもしれません。でも先ほどのレモンなどシンプルなものは初級者でもできると思いますよ。では着彩。このパーツを塗ります。クリッピングしたレイヤーの描画モードを上手にして塗りました。鮮やかさがないですね。ではレイヤーを追加してモードをオーバーレイにします。どうですか？いい感じになったのではないでしょうか。この方法でリアルな絵描けるぞ。次の部分も塗ってみましょう。最後に上から描き足してハイライトも入れて、いい感じですね。ということで各所をこのやり方で進めていきます。難しいのは色選びですね。定山レイヤーに塗る色はどれにするか、オーバーレイに塗る色はどういう色合いがいいのか、その辺のコツをつかむのに苦労しました。普段は写真に写っている色をダイレクトに見て選びます。まさに見たままの色ですね。一方今回はある意味化学反応で色を出していきます。どういう薬品を選んだら正しく反応するのかな、うまく欲しい色が出るかな、その辺がとても難しかったです。と悪戦苦闘しながらも絵ができました。最終的にはいろいろと調整をしてなんとかリアルな絵になりました。ではリアルな絵を描くにあたっての GTC 画法のメリットとデメリットをお話しします。メリット、なんといっても作業が早い。立体感を出す工程と色を塗る工程を分けているので効率がとてもいいと感じました。白黒の絵を描き上げるのは根気がいりますが、それができてしまえば着色はかなり楽でした。シンプルなモチーフなら初級者の方でも気軽に試せると思います。ではデメリット、色選びが難しい。先ほども言った通り化学反応で色を出すようなものです。この色を選んだら正解というものがありません。色を塗っているというよりはうまく反応してくれるかどうか実験をしているという感覚でした。もっとファンタジックなイラストなら色の反応を楽しみながら描けそうです。ただ私のような写実的な絵描きには色選びの難しさが残りました。というわけでメリットもデメリットもありましたが、新しい方法で絵を描くという楽しい体験ができました。いかがでしたか？皆さんももし興味があったら今回配布した教材などで
まずは試してみてはいかがでしょうか。この動画が面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いしますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。